折り紙で作るかぼちゃですね。こちらの作り方をご紹介していきます。ハロウィン用にぜひ。それでは早速作っていきます。かぼちゃ自体はオレンジ色の折り紙で作るのですが、説明はこちらの紙でさせてください。まずは折り紙を半分に折ります。折ったら開きます。開いたら真ん中の折り筋ができますので、そこに合わせて下の部分をこのように持ってきまして、で、下をすべて折らずに端っこの部分だけしっかりと折り筋をつけます。そしたら開きます。開いたら先ほどつけた端っこの折り筋、ここに合わせて下の部分を半分になるようにこのように折ります。この時はしっかりと折り筋をつけてください。折ったら開きます。開いたらこれの向きを変えまして、これをまた半分に折ります。ちなみに先ほど折った部分ですね、2箇所、ここについてペンで印、線を引きました。これは説明用です。半分に折りましたら、これをまたさらに半分に折ります。次に手前の方、今折った部分ですね、こちらを自分の方、手前に向けて半分に折ります。はい、折りましたら、これを裏返して、裏側も同様にこちらの方、手前の方に向けて半分に折ります。半分に折ったら、今折った部分ですね、こちらをまたさらに半分に折って折り筋をつけます。折ったら開きます。今折った部分を分かりやすいように線を引きました。そうしましたら次はこれ裏返しまして、で、反対側もですね、このように手前1枚だけを半分に折ります。折ったら開きます。先ほど折った部分が分かりやすいように線を引きました。続きまして真ん中の十字のところ、ここを起点になるように、右の方を上の方に向けて持ってきます。で、この時にですね、裏側の横線、横と縦のラインですね、これが見えてくると思います。この真ん中のところと先ほど折った折り筋、これがですね、重なるところを見つけましたら、この曲げた部分をしっかりと折ってください。ちょっと持ち上げて曲げるような感じでしっかりと折り筋をつけてもいいと思います。で、折り筋をつけましたら、これを開いて、今度はですね、左側をこのように持ち上げて、先ほどと同様に真ん中の折り筋と先ほどつけたこちらの折り筋が重なるところ、青線とピンク線が重なるところで、今の曲げた部分をしっかりと折ります。折ったら開きます。そうしましたら今度はですね、こちら端っこの方、ここも同様にですね、右の方を持ち上げて、裏側の真ん中の青い線とこちらのピンクの線が重なるところでこのように折ります。折ったら開いて、今度は反対側ですね、左の方を持ち上げます。そしたら開きます。続きまして今度反対の左端の方、ここはですね、右下のこの角の方を上の方に向けてこのように持ってきて、上の辺とこちらの角の辺ですね、ここが合わされば大丈夫です。このように三角形にちょっと折るような感じですね。折ったら開きます。今は左下を持ってきたんですが、今度は左上の方を下側に向けてこう持ってきます。はい、こんな感じですね。そしたら開きます。はい、ここまで折りましたら、この折り紙を伸ばします。開きますと、いろいろと折り筋ができていると思います。で、これをですね、もう一回裏返しますと、ペンで線を塗った部分がいくつかあると思いますが、この端っこのところですね、この端っこのところもまたさらに細く半分にこのように折り筋がついていると思いますが、これをしっかりとした折り筋にしてください。
そしたら開きます。今つけた折り筋というのは、こちらの方、上と同じ位置についているような感じになってます。先ほど折ったところに分かりやすいように線を引きました。8等分で折ったところを、さらに、16等分のところで折ったような感じですね。16等分のところがピンクの線になります。これをですね、合計4枚使いますが、2パターン作っていきます。こちらの紙はですね、先ほどご紹介した折り方で折った全く同じものになります。2つのパターンで折っていくとお伝えしていますが、パターン1につきましては、最初の方に折ったこちらの縦の折り筋、こちらがですね、右側に来ていること、これがパターン1です。パターン2につきましては、先ほどお伝えした最初に折ったこちらの縦の折り筋、こちらがですね、今右側に来てますが、これが左側に来ている状態で折るのがパターン2になります。これだけの違いになります。ここからがちょっとややこしい折り方になってます。まずは折り紙の端っこのこちらの青線の方から折っていきます。まず1枚目ですね。右側に持ってきたやつ。こちら。おそらくバッテンの折り筋が軽く入ってると思います。このバッテンの折り筋を折っていくような感じになりますんで、最初は右の方からこのように折っていきます。で、この時にですね、おそらくこのピンクの横の折り筋と縦の折り筋がこう重なるところですね。これがあると思います。この部分を合わさっている状態で、この8分の1のところ、この斜めのところを折ります。ここですね。ここの角の斜めの部分だけを折ります。で、折りましたら今度は上のこの8分の1の折っているこちらの折り筋、ここをですね、つまむように奥の方に持ってきます。で、そうしますと、今折った部分がですね、このように立ち上がってきます。で、立ち上がってきたら、またですね、この右下のこちら、ちょっと物大きい、右下の方ですね、こちらを持ってきて、思いっきり反転させます。裏側を見せるような感じになりますね。で、そうすると、最初に折ったこちらの斜めの部分が見えてきますんで、ここに合わせるように、ここ今つまんでるところが8分の1のところなんですが、ここの斜めのところをこうやって合わせて折ります。で、上の部分も折ってしまいます。はい、開くとこんな感じです。ちょっと説明用にまたちょっと戻しますが、今の折り方の工程でですね、このバッテンを折ったところの一つの部分がこのように谷折りになってます。そして片方8分の1に折ったこちらの線、折り筋の方、先端の方が谷折りで、三角の左の方が山折りになってます。このような感じでですね、山折り谷折りをちょっと作っていきます。で、さっきの状態に戻しまして、次はですね、こちら、先ほど斜めに折った部分から一番近いこの8分の1の縦の折り筋ですね。ここを今度は谷折りにします。なので、この状態から左手をですね、こう、覆いかぶせるように持ってきます。もはや見えないんですが、これを、裏地の方を見ますと、このような感じになってます。で、この時にですね、8分の1のこちらの折り筋が、今立ってるところから根元でつながってるんですが、ここを折るような感じになります。で、こちらの折り筋も谷折りになりますので、このまま倒してしまいます。で、そうするとですね、この角の部分がちょっと緩い状態ですので、ここもしっかりと折ります。折りましたら今度はですね、こちら上の方に8分の1の折り筋がありますので、これを起点になるように手前に折り紙を持ってきて、で、持ってきますと、またですね、端っこのこのようにちょっと立ち上がりますんで、この部分のこの下の斜めのところです。8分の1の折り筋のこのバッテンの斜めのところをこのように返します。で、返しましたら、
斜めのところを折ります。斜めの部分を折りましたら、またですね、左の方を右側の方に持ってきまして、これも内側の方をお見せしますと、今持ってきているのがこちらになるんですが、持ってきた部分を合わせて、この8分の1の折り筋ですね、これを奥の方に向けて折っていきます。そしてまた手前の方に持ってきて、でそうするとまた立ち上がりますんで、これを斜めにしまして、でこちら下の斜めの部分をしっかりと折ります。上の部分ですね、上の部分を折ります。でそうしましたら、ここに8分の1の折り筋がありますんで、これを右の方に持ってきます。で持ってきますと、このように手前の方で今折った部分が立ち上がりますんで、立ち上げて上を揃えて、そしてこちらの方ですね、ここの8分の1の折り筋を奥の方に向けて折ります。でそしたら手前の方、こちらめくって、でめくりますとまたここ立ち上がりますんで、ここを斜めにして、でしっかりと折ります。はい、すっごい分かりにくいかもしれないですけど、これによってこんな感じの折り方になります。で今端っこのこの部分を折りましたが、これもですね、最初は右から左にかけてこのように折りました。で今度もう1枚のパターンのやつですね、こちらもですね、端っこを折っていくのですが、これもですね、スタートは右から左の方に向けて、このように持っていきます。で、この場合はですと、下の方、端っこの方がですね、折り筋同士がこう見えると思いますんで、ここを合わせている状態で、上のこの斜めの部分にしっかりと折り筋をつけてください。で折り筋をつけたら、こちらの白いところ、8分の1のところで奥の方に向けてこう折ります。で折ったらちょっとこちら大きい部分をめくり上げまして、でめくり上げますと、こちら8分の1の線が見えますんで、これを右から左に向けて持ってきます。でそうするとこの下の方に来るんですが、この斜めの部分もができますんで、ここをしっかりと折ります。折るときは8分の1のところだけを折るような感じですね。で折りましたら、これを折り紙の方を左から右の方に向けて持ってきます。でそうしますと、こちら立ち上がりますので、立ち上がったら右から左の方に持ってきます。で持ってきますと、またこちら斜めになりますんで、ここの斜めのところをしっかりと折ります。折ったらまた手前の方に持ってきまして、でこの8分の1のところを合わせたら、しっかりとここを折りまして、手前に持ってきましたら、この右のやつを左の方にこう倒すような感じに持ってきます。で右から左に持ってくると、また下の方斜めになりますんで、ここを折ります。で折ったら左のものを右に持ってきて、で右に持ってくると下の部分こちら立ち上がるんで、また右のものを斜め上の方に向けてこのように折ります。でそうするとまた斜めになりますんで、ここを折って、そしてまた手前に持ってきて、そしてまたこちらの8分の1の折り筋を起点に右から左に持ってきます。このような感じでやることは同じなんですが、ちょっと説明するとすごく、言いづらいような感じにはなっております。はい、このような感じのものが出来上がります。パターン1とパターン2では、この手前に来る色紙の具合が違ってきます。で、今度はですね、この真ん中の部分を折っていきます。次はですね、真ん中の方を折っていくのですが、先ほどの端っこの方は
右から左の方に向けてこのように折り始めました。こちらのパターン2の方も右から左に折り始めました。で、今度はですね、真ん中の場合は左から右の方に向けてこのように折り始めます。パターン2の方も同様にですね、左から右にかけてこのように折り始めます。まずはパターン1側の方ですね、こちら折り紙の方をまずは左の方から右の方にかけてこのように持ってきます。でこの時にですね、折り筋の方がこの青線とピンク線ですね、こちらが、このように合うようなところを見つけたら、上の斜めの部分をしっかりと折ります。で、折りましたら今度はですね、斜めに折っていない側、こちらを奥の方に向けて持ってきます。おそらく最初に折ったこちらの部分が山折りなので、谷折りなので、ちょっと折りづらいかもしれないですけど、ここはですね、もう谷折りから山折りに変更していただいて大丈夫です。で、このように奥の方に持ってきます。持ってきますと、このように折り紙が立ち上がってきますので、この8分の1のところを次折るのですが、これをですね、奥の方にも倒して、こうですね、倒しちゃって、で、その状態で左の8分の1の折り筋の部分をこのように折ってしまいます。で、折るとそのまま下の方ですね、こちら斜めになってますんで、ここもですね、同じように折ってしまいます。こんな感じですね。で、そうしましたら次にまた8分の1の折り筋がこう出てきますので、ここを今度は右から左の方に向けて折り紙を持ってきます。折り紙を持ってきますと、また8分の1の折り筋が出てきますので、ここはしっかりと折ってください。で、今度はですね、右の方が立ち上がりますんで、ここをですね、右の方を倒してくると折り紙自体もまた倒れてきますんで、下の方、8分の1の折ったところをしっかり折って、そして斜めの部分もできますんで、この斜めの部分もしっかりと折ります。で、折りましたら、今度はこの8分の1のこの折り筋、ここを折りますんで、手前に折り紙を持ってきて、で、そうするとまた立ち上がってきますんで、これを倒します。で、倒してる時に、また8分の1の折り筋ができますんで、ここを左の方で折ります。で、折って下の斜めの部分もしっかりと折ります。そしたらまた右に倒して、で、そうすると手前が持ち上がってきます。で手前持ち上がってきましても、この下の部分ですね、8分の1の折り筋のところをしっかりと折って、また斜めの部分ができますので、ここを折ると。で、また8分の1の折り筋が来ますんで、ここを手前に折る。で、そうすると立ち上がってきますんで、また8分の1のこの折り筋の方を起点にこのように畳みます。で、畳んだら下の方、斜めのところですね。ここもまた折ります。折ったら、右から左に持ってきて、下の部分が持ち上がるので、ここを折ります。そして斜めの部分も折って、で、最後ですね。手前8分の1の部分をこう持ってきて、そして立ち上がったところをこのように倒します。はい、こんな感じで真ん中を折ります。で、もう一つのパターン。これもですね、折り始めは左から右に向けて持ってきまして、で、この真ん中のピンクの折り筋と青の折り筋が、しっかりと重なるところ、ここを見つけましたら、上の部分を、この三角の部分ですね、ここをしっかりと折ります。で、折りましたら、右のこの白裏地が出てるこちらですね、ここを奥の方に持ってきます。奥の方に持ってくると立ち上がるので、このまま倒すということで、やることにつきましてはですね、先ほど全く工程が同じですので、こちらの真ん中の折り方につきましては省略させていただきます。もつも同様の折り方で折りました。こんな感じの見た目になります。工程の方はですね、この端っこを折ったのと、
この真ん中の部分も全く同じ折り方になりますんで、ただ折り始めがちょっと違うという感じになってます。で、片方ですね、もしこのように先を伸ばしてしまった場合は、あとはですね、しっかりとつけたこの折り筋に合わせて手でちょっと、曲げてあげれば簡単に折り筋通り折れてくれるので、あとはこのままですね、戻してあげれば、こんな形になってくれます。で、パターン1が、ここが白地、裏が出てますね。で、パターン2の方はこっちに表の色がついてる方が来ます。で、今度はこの端っこの下の部分、こちらにもバッテンの折り筋ができていると思います。こちらはですね、簡単で、この山折りになっている8分の1の縦の折り筋、ここがですね、山折りなので、山折りになっているところは、ここ、谷折りにして、で、三角に畳みます。で、その隣ですね、今度谷折りになってますが、谷のところは何もせずに、また隣の山折り、こちらの山折りの部分をこのように、この下の三角の部分だけをこう折ります。こうですね。で、また谷折りの部分はスキップして、で山折りの部分、でこの先端の方を、三角になるように、このように押し込みながら折ります。で、端っこの方も同様に折ってください。はい、そうしますと、このような感じの見た目になります。で、もう一枚もですね、もう一枚も同様に、ちょっとスタートのところが谷折りから山折りに向かっている方なので、これを端っこの方は内側の方に、このように倒しちゃってください。こうですね。端っこの方はこのような感じで三角に折ってください。で、折りましたら他のところはですね、先ほどと同じように8分の1が山折りになってますんで、この先端の部分、ここを三角に谷折りにします。はい、こうですね。先ほどと同じなので、同様に折ってみてください。このようにパターン違いのものを2つ作りました。でですね、これをですね、2枚ずつ、作っていただければと思います。なので合計で4枚ですね。パターン違いのものを2つずつこのように作りました。そうしましたらこれをボンドで接着していきます。貼り付ける順番はこのような感じになります。なので、初めはどれでもいいので、この端っこの方にボンドを塗っていきます。で、ボンドを塗りましたら、今度はパターン違いのやつですね。これを貼り付けます。貼り付けましたら、またボンドを塗りまして、で、そしてまたですね、パターン違いのものを重ねて貼り合わせます。もう一枚も同様に貼ってください。はい、貼り付けますと、このような感じのものができます。これはですね、ボンドがしっかりくっつくのをまず待ちます。ボンドがくっつきましたら、またですね、端っこの面の方にボンドを塗ります。ボンドを塗り終わりましたら、今度は反対側の方ですね、こちらに貼り合わせます。貼り付けましたら、しっかりと乾くのを待ちます。ボンドの方がしっかりくっつきましたら、全体的に形を整えてみてください。どうしてもですね、折る工程などが多くてですね、若干ながら歪んでしまいますが、仕方がないかなと思います。でですね、今度はこの上のへこんでるところですね、これが片方、広がりやすい方があるかと思います。先ほどの折り紙で言ったら、こちらの方ですね、この部分が底になります。上の方は、かぼちゃの上のヘタの部分になりますので、この下の方からですね、指を入れまして、この下の折りたたんでる部分ですね、ここを内側から押して、このようにちょっと平らくします。こんな感じですね。で、この隣の部分はへこませて、で、さらにその隣ですね。で、その隣の部分がですね、もしも折り紙同士を重ねて貼り合わせている部分の場合は、こう後ろから押しても形を平らにできないので、ここはスキップしていただいて、その隣、平らにできたら平らにして、で、その隣もできれば、で、また一つ二つ飛ばして、飛ばしたら、また平らにしてという感じでですね、平らにできるところを探して、平らにしてみてください。で、そうするとですね、横から見てもボリュームのある
かぼちゃにできますので、ぜひそこはですね、実際に作って、指で押して形を整えてみてください。この横の側面のこの部分を平らにする際ですね、実際に一回置いてみて、こうやって転げてしまうことがあるかと思います。そうしましたら、その転げる側ですね、これ見ていただいて、でこの横の出っ張りをなくしている部分、これをですね、また一つ増やしていただいて、それで置いてみてください。そうすると立つようになるかもしれません。なので、今回のかぼちゃにつきましては、側面はちゃんとできますけど、裏の方はこのように開いてるような形になってます。でそうしましたら、今度はですね、上のヘタの部分を作っていきます。まずはこの折り紙を半分に折ります。折ったらまたさらに半分に折ります。折ったら開きます。開いたら今折ったこちらの折り筋3つですね、ここをハサミで切ってください。ハサミで切りましたらこれを折っていきます。まずは折り紙を半分に折ります。半分に折ったら開きます。そしたら向きを変えまして、この状態で半分に折ります。半分に折ったらこの状態でまたさらに半分に折ります。折ったらまたさらに半分に折ります。で、折ったら開きます。開いたらこれをですね、三角に半分に折ります。半分に折ったら開きます。開いたらまたですね、これを反対側に向けて三角に折ります。で、折ったら開きます。そうするとこのような感じで折り筋ができます。で、続きましてこれを折っていくのですが、この四角い中の三角の横の三角ですね、ここを中心に向けてぐーっと押し込んで谷折りにしていきます。こんな感じですね。はい、折りますとこのような見た目のものになります。四角い部分をこう三角に立体的に折るような感じになります。で、次のところも折るのですが、もしもですね、折り筋としてやりづらいなと思った場合は、この三角の部分を山折りに変えてみてください。山折りに変更して、先ほどと同様に両サイドを真ん中の方に押すと簡単に折れますので、これはやりやすいようにやってみてください。こんな感じですね。残りの2箇所も同様に折ってみてください。三角形に折りますとこのようなものが出来上がります。これをですね、残りの3枚も同様に折ってください。残りも同様に折りましたら、これを接着していきます。これはですね、普通に端っこの方にボンドを塗っていただいて、でですね、これをもう一つ貼り付けてください。これだけですね。他のやつも同様にですね、こう横に連ねて接着してください。横に全て接着しましたら、最後末端の方ですね、こちらにもボンドを塗って、で、反対側の末端に接着してください。はい、こんな感じですね。で、これ広がってしまうんで、中の方にボンドを塗ってこう接着していただいてもいいですし、このままの状態でですね、先ほど作ったもののこの下の方ではなく上の方ですね、ここにこの頂点の部分に差し込んでみてください。正直差し込みづらいです。上の方に差し込みました。最終的には一つずつこうめくりながら差し込んで、隙間を空けて差し込んでっていうのを繰り返して、こんな感じでできました。この状態ですとまた取れてしまうので、場合によってはボンドで接着してください。で、最後はですね、一回形を整えていただいて、形が整えられましたら、これで完成になります。いかがでしたでしょうか？今回のはですね、正直難しいです。ご説明するのも正直どのような言葉で説明すればいいかわからないぐらいの内容でした。なので出来上がりはですね、ちょっといびつな感じにはなってしまうかもしれませんが、出来上がりはですね、サイズも大きいですし、立体感ももちろんですし、かぼちゃらしいものができるかなと。でですね、黒い折り紙を使って顔を作れば、このような感じで、ハロウィンに使える置物もできるかなと思います。
でですね、4分の1サイズで作ればこのようなサイズのものもできますんで、これになるとまた難しさは増してしまいますが、余裕があればぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。もしもですね、この真ん中ら辺のこの折り方がわからないとかあれば、コメントいただければ補足動画を、作ってみたいと思いますんで、コメントいただければと思います。それでは今回はですね、ハロウィン向けのかぼちゃの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。